こんにちは。今回コロナウイルスで今までにできた、公民館で集まってのしゃべやベストトークができない事態になっています。そのような中で少しでも、楽しくみんなにバイブルの基本的なことから、実際に語ろうとしていることを今まであまりすることがなかったスピーチで話したいと思っています。もう少しバイブルのバックグラウンドを知ってもらうことでバイブルディスカッションがより深くなったり、バイブルへの理解が深まれば嬉しいです。第1回目は聖書の本について話したいと思います。バイブルはまず2つの大きな分け方があります。一つは旧約聖書、もう一つは新約聖書と言います。旧約、新約というと古い翻訳、新しい翻訳と思う人もいると思うけど、古い約束、新しい約束という意味です。またイエスが生まれる前の書かれたもの、イエスが生まれた後に書かれたものという分け方もできます。この約束の言葉はこれからいっぱい話していくので、今は深くは掘り下げません。でもこの約束ということがとても大切な事柄なので、ぜひ覚えておいてください。じゃあその旧約聖書の中身はどうなっているのかを話していきたいと思います。旧約聖書には39巻の本が入っています。巻と数えるのはもともと巻物だからです。今も本は巻物じゃないけど巻って数えるよね。最初の本は聞いたことのある人もいると思うけど、創世記と言います。世界がどう始まったかということから聖書の主人公を生み出す民族、イスラエル民族の成り立ちが書かれています。一つ一つ話すと何時間もかかるので、今回はざっくりと話します。まず最初の5巻はモーセ5書と呼ばれています。モーセは神様から実戒をもらったり、神様が海を割ってイスラエルの人を救った時のリーダーです。このモーセ5書は律法の書と呼ばれていますが、法律だけが書いているのではなく、物語もたくさん書かれています。また、歴史の書が12巻あります。これらの歴史の書は王様や預言者、ある時は女性が主人公の物語です。また、歌もあります。詩もあります。詩は5巻ほどあります。この詩は結構よくバイブルディスカッションでも取り上げているので、みんなも読んだことがあると思います。そして、預言書があります。本当に多くの預言書があるので、その数は17巻にもなります。預言というのはノストラダムスの大預言のような叶うかどうかわからない予測して話したような事柄ではなくて、神様から預かって話すという意味があります。実はこの預言書以外の今まで話した本にもいっぱい預言が散りばめられているのですが、この預言こそが初めに話した約束につながっています。この預言こそが神様が人間にくれている約束です。そして預言の成就が新約聖書のイエスにつながっていきます。新約聖書はイエスが生まれるところから始まります。最初の4巻はイエスの生涯について4人の違う人が書いています。そしてそれぞれが違う視点からイエスの人生を書いているので、それぞれの違いからイエスのことをより深く知ることができます。そしてイエスが天に昇った後、弟子たちの物語が続いていきます。そして新約聖書は21巻の手紙も入っています。パウロ、ヨハネ、ペテロ、ヤコブ、ユダといったような人たちがそれぞれ関わった人たちに送った手紙です。そして最後の書簡がヨハネの黙示録です。この黙示録は聖書全体の予言がどのような順番になるのかを知るのに大切な本です。かなり駆け足で聖書全体の様子を話してきましたが、聖書には予言が多く書かれています。この予言に書かれた神様からの約束の内容をこのチャンネルでは話していきたいと思います。次回は新約聖書のイエスについてのことを話していきたいと思います。イエスの生涯を知ってから旧約聖書にまた戻ることによって、旧約聖書が何を書こうとしているのかがより分かりやすくなると思うので、この順番で話していきたいと思います。ではまた。